ちゃんはねすごくパワフルでね、50本ぐらい。子供が今空手を一生懸命頑張ってるんで、もう夢はオリンピックなんですの子供の。子供には負けないようにやってます楽しいですね。おはようございます。おはようございます。今日お願いします。おお願いします願いします。旦那さんですか。はい、あちょうど今喧嘩して、今子供送ってきたんですよ。あ、こいつが喧嘩して。子供じゃ買ってます。これで何キロですか。これで5キロ5キロ10キロの15キロ。34になります。子供2人の旦那と私で4人家族です。飲食店未経験で趣味で、料理教室とかそういった講師、みたいな資格は取りました。焼き鳥アドバイザーとか、それまでは広告代理店で営業をやってて、ノリと勢いだけでこれ部位はさっきと一緒ですか。さっきはこめかみで、こっちが頭ですね。豚の顔ですね。これ鼻の部分ですね。鼻の。本当だ。基本もうほとんどなくなっちゃいます。その日のうちに。売れると売れるでちょっと困っちゃうんですよね。量がってことですか。大変。また次の日も仕込まなくちゃいけないから。お子さんはおいくつになるんですか。店長は3歳と7歳です。もう今日朝からもう一悶着で「いや早く行け」って「遅れる」って言って「じゃあママ送ってって」みたいな「グズグズしてんじゃねえよ」みたいな朝からそのやり取りをして。一日のスケジュールでいうと、今日とかは何時に起きるんですか。朝。ちょっと遅めで4時半に起きました。4時半。はい、朝の。朝の。それで遅いんですか。遅かったです。昨日は営業しなかったんで、はい。早く寝まして10時ぐらいに。営業ある時は11時12時ぐらいに。仕込みをやるのがだいたい4時半とか4時とかなんで、その前に起きます。あ、じゃあ今日一回仕込みしてから今なんですか。あ、そうですそうです。朝はレバーを刺したりと鶏肉刺したりとか、あとホルモンをつけたりとか、一回一段落して、はい。で子供の一悶着起きて、はい。で家のことやって、で今です。9時から何時まで仕込むんですか。もう。 9時からもうずっと終わるまで。大体何時に終わるんですか。終わらないでも諦めます。諦めないともう終わらないんで、はい。それで営業します。なんだ、結婚する前にずっと営業やってて、はい。で結婚して辞めて、はい。で専業主婦でもう6年ぐらい経ちますかね。で週末しかやってなかったんですよ。今は水曜休みでやってます。はい。地元がじゃあそう、ここら辺。埼玉の上尾で、はい。で旦那が桶川なんで、旦那さんはじゃあもともとなんか知り合いみたいな感じだったってことですか。営業先で営業しようと思ったら逆に営業されてきちゃった。求人広告で営業しようと思ったんですよ。はい。よしこいつ営業できると思ったら、はい。なんか営業されてそうでなぜかここにいます。やっぱノリとテンションが合うって大事ですよね。何をやってる方なんですか。はリフォーム屋です。はい。ここのご自宅とかもじゃあ。そうです。旦那とか旦那の知り合いとかでみんなで建ててもらって。
肉はもう素材は完璧だもんねえ素材は完璧。こんないい肉ないっすよだって群馬まで取りに行ってるんですよ。めちゃくちゃいいお肉を仕入れてめっちゃいい肉なんですよ。めっちゃいいよ豚ちゃんで。甘いうん。マジで甘い食べてくださいすいません、紅の豚です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、紅の豚です。お待ちしてます。はい、もううちの子が空手やってるんですけど、朝の6時半ぐらいから家で自主練。はいそう、そしたらママゴミが落ちてるよっつってすげえなんか怒られて、足にへばりつくと。なんかうちの子強い男になりたいみたいで自分の親父を倒すっていう夢があるんです。手挟むよ。なんていうの？なんていうの？あ、こんにちは。なんていうのなんていうのなんていうのお名前はなんて言うんですか？ジローです。ジロー。上が太郎。本当ですか？本当。男の子ですよね。男の子。どうしたの？何？なんていうの？こんにちは。どうしたの？こんにちは、やねんだったら家入んなって言われた。おーっと。深谷ネギで、ここのお店は人もいいしネギも美味しいんですよ。20キロぐらいは使いますかね。50キロ取りに行きます。うちの場合肉もでかいんで、そんな利益にはなんないです。なんか前までセフリをやってて原価計算したら、あれこれ利益になって赤字じゃんみたいな。本当趣味ですよね。飲食店を志されたのは、まあ、食べること好きでですか？そうです。食べることが大好きですね。やってみてどうですか実際？大変すぎちゃって早いし仕込むのは大変だし、もう無になって刺さないともうやりたくなくなっちゃいますね。
ここ6年続けられたのは何かはい理由があるんですか？やっぱりお客さんに美味しいって言われるとやっぱ頑張らないとなって思いますよね。すごい新規の方が多くて、やっぱ YouTube のパワーも。そうもう電話も出れない状態ですね。あ、そうなんですね。そう営業前とかに電話してもらえればあれなんですけど、その前なんだ湘南とかおー、でかいっすね。そうなんですよ。やっぱり食べた時に大きい方が1本に対しての満足感が、硬いんだからこう刺していくのが。お酒結構飲むんですか、普段から。毎日飲みますね。何を飲むんですか？ビール氷結。何時までか大体。大体でも7時半ぐらいにはもう片付け始めて。すごいスリムじゃないですか。いや全然もうそんなことないです。でもお子さん2人いらっしゃって、はい。でも戦いですね。これが。軟骨ですね。分かったよ。歌と今。いただきます。はい。そういう人多いですよね。腕やけどっすかそれ？あ、そうこれ全部やけどなんです。何をしてたらこうなるんですか？パンって跳ねるからえ油がこう焼いてるじゃない。はい。そしたら油が跳ねてここパシャパシャってあ、飛んでくるんですか？飛んでくるから。一区切りですね。おかえり。こんにちは。おかえり。楽しかった？なんて言うの？ママに。なんて言うんだよ。お兄ちゃんたちなんて言うの？こんにちは。今日お願いします。何すかしてんじゃないよ。あんたの仕事あるよ。ちゃんと。つくね。こんにちは。また YouTube で。ここ美味しいな。ここ美味しい？映してね。うん。実際これ映してね。ありがと気をつけてね。太郎の友達は結構あんな感じなんですよ。火行くよ、そっち。暑いかな。
いない？お兄ちゃんについてきてもらったら？はい。ラオスの備長炭、持ちが良くて炭にも結構いいみたいで、サウナです。そうなんだよ。うん、冬はもう顔だけが熱くて寒いっていう。お客さんにもらったんですよ。綺麗な状態で持ってきてもらって。来店前に電話で何本とか頼めるんですか？うん、大丈夫です。最初に来た人は何をどう頼んだらいいですか？最初に来た人は、焼き鳥をこの紙に書いてもらいたいんですけど、はい。 11種類あって、うちの売りは頭ですね。1本全部180円。計算が分かんなくなっちゃうんで。確かに。一律で。そう、一律です。これ全部予約分ですか？そうです。どこをつけられてんだ。リリちゃん来るんですよ。え、いつ？今日。呼んだの？うつくねやって。出して。すごいね。今から何をやるの？ん。つくね。つくね。今日太郎。太郎さん。何歳？ 7歳。ママ。怖い。けど優しい。ま優しい？あ、楽しい。楽しい。ママのどんなとこが好きですか？焼き鳥焼いてくれるところ。ママの作る焼き鳥は美味しい？何が好きなの太郎くんいつも？ボンチーと渋いね。今やってるつくねとかうんうん。学校の友達とか結構来るの？今日来る。あ、今日も来るの？みんな友達も美味しいって言う？何が一番人気？友達の中で。つくね今。これで完成？
冷蔵庫に入れたよ。入れた？山田で。家事やもう煙くて。4時にシングルが3つ。シングル3つ。ホルモンなんなかったんで。今日朝から飲んで。やっぱり5時ぐらいから。これは測られるんですか？はい。俺几帳面なんであいつと違って。何？いやあ、もう真逆なんですよ。うちの旦那は全部測って、私はメケットで。職人なんでなんでも。確かに。でこういうから。ここにいた。目がね。目が痛い。来るよね、結構ね。これは来る結構。ね、結構痛いんですよ。で、喉と鼻やられるの、これ。絶対焼き鳥やってるのは顔険しくなりますよね。これスマイルって結構難しいですよね。これ焼きながら。23本で、4140円。おすすめのメニュー、はい。軟骨軟骨？私があうちはねよく食べるんそうですよく食べます月に何回ぐらい？あ、まあ、2、3回かな他におすすめのメニューとかないですか？なんか。皮が嫌いだけどこっちの皮大好きありがとうございます。最初、かわいそうなんじゃないなんて言われるけど、意外と馴染むんですよね。飲みやすい。オッケー。鼻水鼻水。ね、G 危ない、ここ暑いからやめて。はいどうぞ。は森しに来たのかって。い。はい5時半でお待ちしてます。はいありがとうございます。じいちゃん、お兄ちゃんにありがとう言ってよ。こっちより道路すごい。何本買ったんですか30分でこっちが20何本食べたのかな 50本ぐらい、家が近いんでたまに来ます。俺頭っすね、俺は頭ですはいありがとうございます。はいすいません。はいホルモンは鉄板で焼くんですけど、これがシングル。ロカット300円。1680円。金曜となんだっここですか？け違うあげようあ、そうなんだ。あお母さんの方はちょっとありがとうございます。はいお待ちください。山井さんできてます。3つ。あ、そうやりますよ。お待ちしてます。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。お父さん今日はどちらから来られたんですか？今日はあげようです。上尾から。はい、こちらの店は初めてあげようの方に移動販売ではいはいお母さんの方が毎週金曜日来てるんですよ。この紅の豚のおかみのお母さん。移動販売で
でそちらの方何回か行っておー美味しくて癖になっちゃってでどうしても今日食べたくなったから、はい上尾から桶川の方まで。あーちゃんはねすごくパワフルでね、まあ頑張ってるなって感じでちょっと応援したいなって感じで、特にねここの、まあ、肉もそうだけども僕味噌好きなの。おーちょっとはい甘めの味噌でね、味噌はこのが一番好きかな。絶妙な味、レバーもすごく絶妙だし、焼き鳥全般ね何食べても美味しくて歯ごたえあって、でまた良心的な値段でね、また明るいお母さんとお姉さんと一生懸命やってるからつい応援したくて、今日はレバーとかね焼き鳥とかね、はなんかいろいろ多分これ今晩のおかずでうちの嫁が今待ってるもんですから。ビールと一緒に行くんですか？そうです、それが楽しみです。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございましたはいじゃあ新しいの出したの？こんな感じでも4時ぐらいからずっとお客さんが来るんですね。こんな感じですね。営業もされてたんじゃないですか、その前の仕事で。はい。人と接するのが好きみたいなのあるんですか？そうですね。喋るのは好きですね。結婚して専業主婦だったんですけど、はい。シーンってなってましたね。やっぱりずーっとなんか営業で動いて外出てたから、いきなりなんかもう家庭のことやりますからもう苦手すぎちゃって。へえ。それで、なんかその旦那さんと話して焼き鳥屋さんを。そうです。毎日楽しいですか？楽しいですね。やっぱり子供とこうなんかいろいろ会話しながらこうできるんで、あとお客さんとも喋れるし、子供が今空手を一生懸命頑張ってるんで、子供には負けないようにやってます。少し負けず嫌いです。で、うちの子供も負けず嫌いなんで、もう夢はオリンピックなんで、うちの子供のへえ。夢は大きく。お母さんの夢ありますか？私の夢、子供に負けない。今、子供と戦ってるっていうのもありますね。張り合いがあります、やっぱ。あります。どっちが、有名になるのか。戦ってます。だから、どんどん私も朝早くなっちゃうんですよね。子供と戦うために。うまっ。美味しい。うまい。最高です。じゃあよかったです。これはこれ頭で、頭味噌で食べるんですか？味噌で頭は。おすすめのメニュー？はい、おすすめになりおますす。すめはもううちはもうレバーカップはね外せないから。レバーカップ。うんへえ。レバーカップは外せない。であと焼きね。ありがとうございます。焼きももともと知り合いだから。あ、そうなんだ。4280ちょうどで。違います、違う。オッケーオッケー。ちょっと待ってこれ。はい。大丈夫。はいじゃあこれハラミ。ありがとう。これ食べて。いただきます。すいません。ありがとう。どの柄？はい、どんな方たちですか？最初会った時はもう正直ね大丈夫かなと思ったんだけど、はい。やり始めた途端にもう売れ始めちゃったから、まあ人柄がね気をつけて喧嘩しながら仲いいから、いいと思うよねまーちゃん。ありがとうございます。ビービー喧嘩しながら、仲良くやってっから。家事とかは全部奥さん担当なんですか？家事ですか？はいあ、ご飯はそうですね。洗濯とか。洗濯とかは私です。送り迎えはお父さん。そうお父さん。もうお互い協力しながらやってます。仲良く入れるコツって何なんですか？夫婦仲良くやっぱりすごい喧嘩ですかね。何でも言いたいこと言います。ためずに。ためずに。もうためならストレスしかたまんないんで。
言いたいことはもう全部言います。喧嘩は多いんですけど、でもすごい仲いいと思います。今後お店をどうしていきたいとか、自分がこう将来的にこうしていきたいのがあれば伺いたいんですけど。やっぱりいいお客さんが多いんで、そういう常連さんとコミュニケーションなんていうんですか、こうね、ずっとできたらいいなと思いますよね。本当うちに来るお客さん本当いい方で、やっぱ美味しかったよって言われるのがやっぱり一番のやりがいですよね。いつも来てくださるはい、常連さんに一言いただけます今後頑張ります。もっと美味しい焼き鳥を焼けるように